川県能登では震度7を観測する地震がありました。最大波3メートルの津波が到達中。あと2分で津波が富山県に一波来るから、今すぐ逃げてください。まだ地震やん。石川県、富山県では強い揺れに警戒してください。行きましょう。でパソコンと貴重品とかぶってる。 OK、 とりあえずもうじゃあ電気消して行きましょう。一応鍵閉めて、こういう時泥棒入る可能性あるから、今現在、1月1日元旦で、16時半、今までの地震の中で来た中で、一番揺れが大きかったね。一番怖かったし長かった、でテレビ見たらとにかく今すぐ逃げてくださいっていうことで、ここも来る可能性があるってことなんで、今家族で出てます。で食料もマッシュが住んでるから、一旦山の方行きましょうか。あ、オッケー。なんかすごかったね。なんかめっちゃ今でも恐怖やね。ドキドキしてるね。めっちゃ怖い。ちょっと早く落ち着きたいってところがあるね。そうやね、安全なところにとにかく行きましょう。そうだね、引っ越したばっかしたらいいな。そう、しかもお正月やで今日。でも生き残るのが一番重要やから、もう生き残れたら全部かすり傷やから。そうそう。ガソリンスタンドやってるかな、入れときたいな。本当だね。あ、閉まってるわ、正月やから。あ、そっか。まあ半分あるからね。そうだね。あれやけ一応満タンしてきたかったな。で車がやっぱすごい多なったね、急に。お昼にくぴみちゃんと出かけたんだけど、その時は全然車いなかったよ。あ、ここもやってないわ。やってない。もうとにかく行けるとこまで行って、そこで待機してちょっと、状況見ようか。お、開いてた。開いてた。すごい混んでる。あ、マジで。ほんまや。ほんまや。すごい。ちょっと入れようか。これも閉まっちゃう可能性あるやろ、こんな。そうだね。そうなって。富山津波すでに到達3メートルやって。そう。あ、また揺れてない？ほんまや。揺れてるな。余震やな。俺たちの住んでるとこも海面してんもんな。そうだね。そう。でもずっと平野やから、富山ってさ、山までせき止めるもんないから、来る可能性あるからな。ちょっと怖い。とにかく逃げましょう。後でコンビニも行っとこっか。空いてたろうな。オッケー、上市空いてたからここでちょっと必要なもん買いましょうか。そうだね。はい。あ、閉まってる。地震のため営業を中止しております。ダメですね。休みなしで営業してるドラッグストアも地震で営業中止してます。とりあえず高速道路に乗ろうかなと思ってんけど、高速道路も危ないみたいやから。あ、そうなの？ひび割れたから。ああ。山の方行くわ。一旦。はい、山ん中なんですけど平らな場所ありましたんで、ここで緊急停車してちょっと様子見ます。酔っちゃった。山道かな。酔っちゃったみたいで。吐いた。ちょっと落ち着きたいな、一旦。そうやな。びっくりしたな、最初ちっちゃい揺れが。でその後割とすぐにすっごい大きいのが来て、なかなか終わらんかってんな。あれびっくりしたな。あれまだ続くのっていうのが 2,3 回ぐらい思って、マッシュとかエルバンとかもグワグワ揺れとって、俺外おったやんか。そうやんな。家もね結構揺れとって、中揺れたやろ。中揺れた。なんか揺れ出してくぴみちゃんは寝とってん。でだからくぴみちゃんの頭抱えに行ってさ、今までの人生の中で、阪神淡路大震災の時も、俺大阪おってんけど結構すごかったんけど、朝起きてんけど、それ以上ちゃうかなと思う。怖かった。ほんまに人生初のあんな大きな揺れ。地震速報獲得やってて、とにかく逃げてください逃げてくださいってずっと言ってたから。アナウンサーの人も聞いたことがないぐらい強い言い方というか、それを聞いてほんまに、あ、これは逃げなあかんのやっていう、ああいう言い方をしてくれて逆に助かったみたいな。ほんまにこういうことが起きると何が必要かさ、分かんなくなってパニックになったから、自分の災害対策のできてなさが明らかになった。ほんまにな、玄関に置いとかなあかんな。何にもできてなかった。まあとにかく生きてることによかった。よかった。みんな無事で。ちょっと水とかはね、家からあったやつ持ってきてんけど、でキャンピングカーの中に何々か確認しようか。
この辺が常備している玄米ご飯あったわ。レトルト。これよかったね。結構あるね、いうん。っぱい。であとカップヌードル。カップヌードルうん。あとそうワンタン。水でおにぎり。作れるおにぎり。あとはレトルトのあ、これ美味しいよこれ美味しいやつ。あとまあほうじ茶とコーヒーはあるからまあ2日ぐらいはって感じかな。うん、いけそう。怖かったやろ。もう行けるからな。トイレもあるから。猫もかなり怖がって。怖がって、他のもう2匹は奥の方隠れてるわ。そうやな。うん見てこれ。ん？猫ちゃん捕まえようとしてあ引っかか引っかかれれてたよ地味に流血沙汰なっとって。何気にキャンピングカーであれやな、放し飼いを初めてやね。ああ、うん。こいつは春を、うん、好奇心強い。そうやね。うん。元気やな。お上行くか。そうやな、バンクベッドがええんちゃう？あ、そうだね。すごい寝とき。でキャンピングカーのサブバッテリーの残量は 95%。ほぼ満充であるんで、この電源に関しては安心です。現在の外気温は7度で、中は 19.2 度。今、FF ヒーターつけたんで、車内は暖かいです。FF ヒーターはキャンピングカー製の暖房なんで、1日2リッターぐらいでほとんど電気使わなくて、かなりコスパがいい暖房器具になります。テレビ、これあるから、これ YouTube にして首身を、落ち着かせようか。あ、そうだね。OK、ついた。これでいつものような感じで、はい。教えてくれたらいいな。そうやね。猫の餌を持ってきてくれたから、これちょっとあげようか。のあったわ。じゃあ一緒に入れようか。せーの。食べた。もし撮影用でいろんな iPhone の固定するやつとかあるから撮りながらリアルタイムで、そうだねちょっと記録残していこうか。そうだね。Twitter とか YouTube で結構大丈夫ですかってコメント来てるから、あ、そうだね。とりあえず一旦無事っていうのだけそう心配してくれてる人うん。いてるから、そうやね。ツイートしとこうか。うん。これちょっとツイート。すごい揺れでしたが、家族全員無事です。津波に備えて、現在高い場所にある駐車場に避難しています。はい。現在8時、地震発生から約4時間。4時間は経ったかな。ちょっと落ち着いたね。なんか、そうやね結構山に連れてきてくれたね。ちょっと安心。で、今、ツイッターで様子見てたら、結構各地やっぱり被害あって、ちょっと心配やね。で、あれから地震が何回ぐらいあった？ 3、4回あったよね。いやー、そうやね。もうちょっとあったかもね。しかも震度5レベルのな。5のが何回も。なんか運転してたら分かれへんな。そうやね。走行中は揺れが分かりにくい、すごい。でとりあえず落ち着いてきたし、なんかご飯でも食べましょうか。お湯はね、ケトルあるから、これで、沸くから。すごいね、こういう時キャンピングカーってそうやな。安心。カップヌードル、このシーフードとチリトマトあんねんけど、どっちがいい？チリトマト食べたことない。あ、チリトマトでいい？これ食べたい。俺もちょっとね、シーフードヌードル食べたかったから。本当？よかった。よかった。ご飯のお皿、洗い物せんでいいよりラップにしとこうか。よっしゃ。これいつもやってるね。こうやって洗い物せんでいいから。そうなんです。車中泊の時や、こうやった災害の時はお水使うんでいいから。そうそう。ちょっと汁少なかったけど、できてるわ。美味しそう。はい、じゃあいただきまーす。いただきます。うまっ。うわ、美味しい。やっぱあったかいもの食べれるって幸せやな。あ、そうやね。安心した。ほっとした。ママ。首も車用意してたけど、向いてるね。よかった。よかったよかった。びっくりした。初めての車用意やったね。結構山の峠道走ったから、かな、それやと思うわ。汁残った調理用の凝固剤あるから、あれで汁固めて持って帰って捨てようか。なんか3人で混乱してたらさ、前ようやってた移住車中泊を思い出すな。ほんまやな。まさかそれがこんなことになるなんて。でもキャンピングカーがあってほんまよかったわ。トイレない駐車場やけど、ここで凝固剤あるからトイレ用の、マルチルームにラップもあるし、そうだね。
やっぱキャンピングカーの安心感はすごい、うん今日って帰れんのかな。津波警報まだ出てるっぽいけいやど。ーどうやろな。ちょっとご飯食べたらまたニュース見ようか。うん美味しい？はいごちそうさまでした。お疲れ様でした。夕方でよかったな。ああ逆にね、うん起きてるしまだお酒も飲んでないし、そう俺昨日とか飲み出したよ夜からめっちゃ飲んでたもんな、なあ。大晦日な。そうそうでなんかあの時あったらやばかったで。なんか、うん俺たちは避難したけどなんかすごいなんか残ってるよな。うん、なんかもやっとしたなんかもやもや家がなあ家大丈夫いけるかなかなとかうん近所の人たちとかな。あと結構家の中さブワーって出てきたからさうんちゃんと見てないけど結構火がありそうな感じだったな。なんかうん仕事のパソコンモニターをもう倒れてたのあー見たけどね。そうだねうんまた帰ってからゆっくり確認しようか。うんなこれ汁あ全部飲んだ。見といてでも実際今回短時間でさうん家出たけどさうん全然なんか持っていかれへんかったな。そうやな、ん何がいるんかなって思って結構焦ったうんけどね、まあ最低限のものはできたっていうか、そうやなこれさいつも持ってるカバンなんだけどね、いつも外出るときは、うんこれ防災ポーチ入れてるんだいつも。そんなん持ってたん？そうバンドエイドね、うん乾電池、この乾電池はペンライト用ね。でこれボールペンでしょ、うんカイロあるでしょ、うんであとなんか笛、埋もれた時とかなそうそうピーって場所わかるしな。これビニール袋と、うん目悪いからメガネ、コンタクト、もうこ3日分のメガネもなんかもうぺったんこなってるよ。ケース入れたらさ入らへんからさ前のやつってことだよな。そうそうそう、こういう使い方いいな。そう前のメガネって捨てるしかないやんもう。ボツメガネをここに入れてなるる。ほどね。栄養感ってやつね、カロリー高いけどこんだけちっちゃくてで5年間保存できるやつ、だからこれをうんいつもの使ってるカバンに入れてたから、うんこれだけは真っ先に手に取れて、うんでこれプラスあと必要なもんは何やろうっていう考え方ができたから、うんまあよかったうんうんすごいね。俺もそれしようなら。うんうん。あとは玄関に災害用のうん非常食ボックスとかうん家族用のやつを置いとこうか。うんお茶飲む？よしはいはいお茶どうぞ。じゃあどうぞ。俺あれ聞いちゃった。消えたやっぱ食後の麦茶やな。書いちゃった。いらんこと言うなって怒っとる。現在夜の10時、うんもう結構時間経ったね。うんで津波警報はまだ解除されてなくて、ぽい、まだ来るっぽくてちょっとまだ家には津波警報津波の可能性があるところには行かん方がいいな。出てる限り帰れない感じがする。うんでもなう今んツイッター見てたんやけど、うん山に近いところは土砂崩れが起きるかもって見てここ山やだけどな結構。怖い。そっか土砂崩れか。こっち側な結構山斜面というかあそうなの。駐車場やねんけどここ結構急なカーブの途中にある駐車場でここ雪山やからうん雪崩もある可能性あるし、うんなんか津波も怖いけどうん土砂崩れも怖いね。生き埋めになるしな。どこ行ったらいいやろ分からへん。ちょっと降りる？うんさすがに斜面横はやめといた方がいいよな。そうやね、うんちょっとあとはもう寝る感じになったけどもう一回ちょっとそうやね。移動しましょうか。うんこれが正解なんか分からんけどできることやっていこうか。などこ行ったらいいか分からへんな。じゃあ移動しましょう。はい平野部まで降りてきました。で公園の無料の駐車場に食べてます。ここで車中泊させてもらいます。現在夜の11時、もうかなり眠くなってきたね。めっちゃ眠い。別全開して寝る準備しましょうか。はい。すぐ寝たな。寝た。よかった。よかった。疲れてないよな。俺たちも歯磨きして寝ようか。今の外気温はここは 4.9 度。中は 19.4 度。中は暖かいね。これキャンピングカーの中にパジャマあんねんけど、すぐ動けるように服のままの方がいいな。そうやね。夜中変な余震ないことを祈るだけやな。
ほんまやね。これまたすぐ怖いな。動かなあかんからさやから今回さテレビつけててほんまよかったね。最近やっと工事して見れるようになったもんね。災害の時はほんまテレビそこが入るからよかったね。もう逃げてくださいっていうのもよかったし。さあもうとりあえず寝ましょうか。はい。おやすみ。おやすみ。はい、おはようございます。現在朝の7時過ぎです。あ、起きた。起きた。起きた。なんか笑い声聞いて安心したわ。昨日深夜に1時ぐらいかな。津波の警報解除されて注意報に変わったみたい。あ、みたいやね。地震が夜中に大きいの1個あったんかな。であとはもう今もずっと震度2、3は震源地で15分に1回ぐらい続いてるわ。マグニチュード4とか3とか、たまに震度4とかもあるね。余震が続いてる状況やね。富山県で一部断水してる地域があるって、で自分らの住んでるところも断水してるかも、ちょっと家帰って確認せなあかんな、それはな。外やねんけど、さっきから救急車のサイレンがずっと鳴ってて、そうやね。現場に向かってやろな。食事あるからそれちょっと食べてから車で移動しましょうか。ご飯やねんけど非常用のお水やお湯でできるおにぎり、これ食べようか。あとはワンタンスープとか、ちょっとあるもんでいいじゃん。いただきましょう。あとでおかきこれ食べましょうか。いいじゃん。お水がね、そろそろやばくなってきたかな。ほら一応持ってきてんけど、もう3分の1。これ作っていくねんけど、お湯入れて15分やって結構長いな。水やったら60分。なんかこんな感じ、パラパラの、具も入ってるわ。乾燥のお米だこれ。しっかり染みてよく振ります。怖いね。こんな感じでね。これで放置しましょうか。はい。15分かかるし、その間遊んでくるわ。あ、ほんま？ありがとう。やっぱ広いキャンピングカーといえどもずっとなここにおったら、お散歩しようか。カニ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 パパあっち行こうか。早いな。戻ろうか。そうご飯できてるかな。さあうまくできるかな。これ切り取ってできてる。おにぎすごい三角。これは嬉しいね。ちょっと遊びすぎて麺伸びちゃったけど、ちょっとお水もな少なかったんそもそも。あ、そうなんや。じゃあこれ朝ごはんいただきましょうか。はいいただきます。美味しい。美味しい。なんかありがたみ感じるね。アルファ米なんかな。これ非常食。これも普通にお米やしな。美味しいな。これいっぱいあってもいいかもしれん。ほんまやね。家帰ったら備えようか。なんかコンビニとかさ、ドラッグストアって開いてるかな。昨日閉まってたやんか。昨日ね、地震の影響もあるし、そもそもお正月やからやってないっていうのもあるし。そうそう。昨日のところは365日営業のとこやったけど閉まっててな、地震の影響で。地震の影響でね。でももうそらよう考えたらそうだわ。店員さんだって生活があるし、避難しないと。だから日頃から備えないとダメだね。もう当たり前のことやけどすごい身に染みたな。で分かってたつもりやったけど全然できてなかったなって浅はかやったなっていうのがすごい分かった。身に染みた。はい、おかきいいよ食べて。美味しい？おかきジャンプ出たね。あ、揺れたね今は完全に。なんか風かなって思ったけど多分また。結構揺れたね。ちょっと情報見ようか。ちょっと見てみる。北は10時17分地震がありました。最大震度5弱やって。これでまた津波情報チェックしようか。あ、そうやね。出るかもしれんね。ね、出るかもやし。とりあえずごちそうさましようか。はい。はい。ごちそうさまでした。また5弱のさ強めのやつ来たから、強い地震来たらまた津波っていうセットになるから、この情報ちょっと常に入れるようにしといて、でちょっ
お腹も空いたしさ、うんなんかこんだけやったらやっぱりちょっと買いだめしたきたいな。そうだね。空いてるお店探しに行こっか。そうやな。富山県のちょっと状況周りももうちょっと街の方も見て、うんうん解除されたら一回家見に行きたいんだけど、そうだね。幸いだからネットは繋がるからよかったね。そうやな。情報はないくらでも見れるから。ちょっと片付けして、うん出発準備しようか。いはい。で今1月2日の午前11時ぐらい、はい。問題なく道路は走れてます。そうやね。なんかいつも通りって感じやね、ここは。これまだ山側やから、うん一回市街地の方戻ってみてちょっと様子見ましょうか。うん。はい、今富山県の市街地の方に来ました。道路は問題ないです。OK、ちょっと一安心したね。なんかそうやね。うんもうね、大丈夫そうな気がする。一旦ちょっとお昼しましょうか。コンビニなうん。寄って見てたんやけど、全部なかったわ。ああ、もう届かないんだ。こんな時代なんだよな。すごいね。コンビニ焼いてても食べ物がないっていう。うん。やっぱ車内で非常食置いとくっていうのは大事やな。ね。なんかさっき見てたら、うん。もう津波警報解除されたみたい。あ、マジで？そう、津波警報が津波注意報になって、でさっきもうそれも解除されたみたい。オッケーオッケー。もう津波の危険性はなくなったみたいやから、もう家に帰っても。オッケー。帰りましょうか。で帰って様子見て、うんでまた余震大きくなったらうん。すぐ出れるようにだけしといて、うん。一旦家行きましょう。帰ろう。帰ってきたね。うん。 N 版無事やね。無事。めちゃくちゃ入れてたけどグワングワンなってたけど。パッと見はなんかいけそうな感じやね。うん。インディーも無事そう。うん。よかっなんかもう出てきたそのままの瞬間でた。ラグ干したままで。なこれ脚立は。あ、これね俺倒していって危ないかと思って、ああ、うんなるほど。この脚立で俺ちょうど防犯カメラとかな照明をうん家につけておってんな。ああ、そうなんやでその時降りた時にちょうど地震やったからよかった。これ危なかった思ってたら危なかったかも。ええこれ灯籠、うん。これ上のやつがうん、落ちたんだ。これがワンワン入れとって灯籠っていうのはもう撤去してもいいかもしれんねほ。んまやな、うん。家の中普通いつも通りやね。そうやね。あ、ここなんかすごい白いものがなんこれ。これこれなん壁？ポロポロちょっと落ちたんじゃない？上から。あ、この天井のそうそうそ白い壁かな。う。なんかちょっと剥がれ落ちた的な。してるっぽいな。うん。パッと見家はいけそうやね。うんうんうん。あ、このさうん。あ、これ、ね。最近買った防犯カメラこれ映ってるんちゃう？
れ防犯カメラで見たら想像以上に入れとったな。すごい入れてることもすごいしね。ちょっと他にも家の破損ないかちょっと調べて、車内の荷物取りに行こうか。なんかちょっと家帰ってきたらやっぱ落ち着くな。そうやな、うんやっぱ安心する。もう昨日はもうめちゃくちゃテンパったわ。なあ、死ぬかもってほんまに思ったし、初めて。なんか、どうしたらいいんやろって、パニック。思った。最初に大きいの来たけど、その大きいの来た後に、さらに特大が来たっていう。それで、しかも1分近く続いたから、そう。もうお手上げ状態が続いた状態やな。ちょっとこの世の終わり感が、警報とかの音も相まって、そうやね。外はそんな感じやった俺にとって。うん。中どうやった？中はね、くぴみちゃんはリビングでお昼寝しとって、で揺れ出したから、もうなんか頭こうやってさ、守りに行ってさ、で終わらへんなと思って、で一応記録として動画だけ撮っといてさ、こうやって撮ってたの。自然にスマホ撮っちゃうのがもう完全に職業病になっちゃった。ちゃんと横で撮ってたからね。そう縦じゃないんだよ。動画で使えるようにっていうな。そう。で揺れが収まったらクッキーさんが中来てくれて、でテレビ見てみようってなって、アナウンサーの人がめっちゃ強い口調で、津波です逃げてくださいって、東日本大震災を思い出してくださいって言われて、その一言がすごい印象的で、とにかく逃げてくださいってずっと言ってたよ。もう海の近くの人とかその平野部も入ってくる可能性があるから、とにかく逃げてくださいって言って、それ見て逃げようと思ったよな。でここは平地やねんけど、その海抜もその高くないやんか、海からそのすぐ真横じゃないけど、もうその自分の住んでる市は海に面してたりとかしてるから、だから移住してまだ1ヶ月ちょっとやんか、何しろ土地勘がないっていうのがちょっと今回の不安の要素の大きかったっていう感じやな。1年間ぐらい住んだ後やったら高台行けるなとかいろいろあると思うんだけど、それがなかったのがちょっと今回さらになんか俺たちの不安要素でもあったなっていう感じやな。溜まってた雪が溶けた後にこの地震やったからすぐ車も出せたけど、だから雪降ったらすぐ除雪しとかなあかんなとは思った。一回ドカ雪降ったやんか、その時も融雪装置がうまく働けへんかってな、設定ができてなかった。雪溶けてなくって、で周りの家みんな除雪してたけど俺らのとこだけ積もっててな、ちょっと恥ずかしかったな。ちょっとなんかやり方もわからんかったから、でその後頑張って除雪してんの、でそれをもっと早くせなあかんな。そうやな、スノーダンプ買ってないろいろなやったけど、あとあれやね、結構大事だったのがキャンピングカーがあったからある程度揃ってたけど、やっぱり玄関にちゃんと防災リュック、食料とかもたくさん入ったやつをやっぱり置いといた方がいいなと思った。そういうのやった方がいいっていう知ってたし分かってたんやけど、いつかやろうと思ったままやってなくて、ほんまにもうすぐやろうと思った。痛感したね今回。あと食料が意外とキャンピングカーの中にもあると思ってんけど、意外と1泊2日したら結構もうなくなってきたなっていうのがあって、あ、これも結構たくさんいるんだと思った。食料どっかでやっぱコンビニとかドラッグストアで買ったらいいやんと思うねんけど、しまってんねんなこれが。なんかどっかで買おうとか他人に頼るんじゃなくて、自分たちでやっぱり、そうだね、そういうリュックを作っとこう。今まで車中泊たくさんしてきたけど、災害での実際の車中泊って初めてやったよ。初めてやったね。どうやった？まあやっぱり何回もしてきて慣れてるからさ、全然なんか避難してるっていう感覚が薄れたとこはある。くぴみちゃんも何回もしてて慣れてるから多分怖くなかったと思う。トイレもあるし、食料も積んでたし、布団があったのがすごく良かった。これもだから本当に移住のこの家探す車中泊旅してたやんか。26日間車中泊してたから、もうそれの成果が出たというか、そうやね、すぐにできる状態やったから、それは良かったね。普通の車やったらやっぱり足伸ばして3人で寝れるのって難しいけど、これキャンピングカーやったらもう普通に足伸ばして寝れたから。そう、それがすごい寝れるし、トイレもできて、ご飯も食べれて、なんか避難所ごと移動してるような安心感というか、なんか今までキャンピングカー乗って楽しいっていうだけやったけど、今回は本当にありがたいっていう感情があった。トイレ付きに俺めちゃくちゃこだわっててんな。というのはそのトイレなかったら結局綺麗なトイレがある場所しか家族で車中泊できへんねんな。キャンピングカーの可能性を広げるから、防災用で使うやったらやっぱりトイレ付き今探し人おったら、おすすめしたいかなっていう、トイレ付き。その他の人にトイレ貸したりも、そういうこともできるし。立ち往生の時とかな。そう。だからトイレ付きは本当に今までキャンペーンがいっぱい乗ってきて選んできて、実際やってよかったなっていうポイントやったな、俺の。
そういえばモバイルバッテリーは持ってきてなくてさ、忘忘れちゃったなれてて、そうでもここで充電できたからすごい良かった、携帯。うまいな。うん電気は結構、ソーラーパネルもあるから、うんまあ晴れとったら無限に作れるからね。うんうんで、走ったらまた充電されるから、情報は全てスマホからうんやったから、うん携帯の充電は本当に大事うん。と思った。もう寝ちゃったね。出ちゃった。うんでも疲れた。今から家掃除しようか。うんで、また余震に備えて、防災リュック作って、そうやね。うんちょっとゆっくりしましょう。